宝物はあなたの頭の中なんだよ。SNS の作品はあなたの頭の中のほんの一部を写したに過ぎない。それが宝物なわけじゃない。本当の宝物はあなたの頭の中そのもの。だから、その頭の中をどれだけ美しいものでいっぱいにできるか、それを大切にしなさい。私の人生は、誰にも認められず、誰にも注意を向けられず、誰にも注目されない人生だった。でも、今私がやっていることは、死んでからもなお、やり続けたいこと。だから数字なんて関係ないのに、なぜ嫌な気分になるんだろう。どうしてこの世界では、視聴回数や、フォロワーの数、いいねの数が多いと価値があるということになっているんだろう。どうして、どうして、どうして、どうして私の中にその価値観があるんだろう。いっそすべての SNS をやめてみる。いや、私にとって喋ったり作品を作ることは生きる喜びだからやめたくない。でも SNS に作品を投稿して誰にも見てもらえないとせっかくの楽しい気分が台無しになって私の心の中は嫌な気分でいっぱいになる。じゃあそれなら自分は一人で作品を見てニヤニヤしていればいいのか。でもそれって自分の世界に対して豊かさの分配を全くしていなくないか。私もしかして自分が持っている豊かさをこの世界に分配しないと何かしらの罰が当たるって思ってる。もし罰が当たらないんだったら私は私の作品を誰にも見せたくないし他人からの評価も受けたくない。私は私の意識の家の中に閉じこもって自分の喜びのためだけに創作活動がしたい。そうか。小さい頃はそれができていたんだ。SNS がない時代。私は本当に自分の喜びのためだけに創作活動ができていた。私はの感覚を失ってしまったからずっと苦しんできたんだ。好きなことを仕事にして好きなことで生きていくためには自分の作品を公表して他人からの評価を受けなければならない。それがすごく嫌だ。どうして私の大切な作品なのに他人からの評価を受けなければいけないの？そんなの嫌だ。でも自分の作品を世に出さなかったら私は私の好きなことで食べていけないのかな。どうしたらいいの？わからない。じゃあこう考えたらどうかな。大切なのは作品を作っている間のプロセスであり、そのプロセスで私が感じている感覚のみ。作り終わって世に出した後は一切関係ない。どうでもいい。ということは、作り終わった後の完成した作品にどう感じるのかは全く重要じゃなくて、作っている最中に私がよだれが出るほど楽しんでいるか、それだけが重要。つまり SNS はただの倉庫。SNS はバックヤードであり舞台裏。実は私がステージに立っているのは作品を作っている最中だった。今までの考え方、捉え方で完全に間違っていたのは SNS がステージで作品を作っている時間は舞台裏だと思っていた点。認識が全くの逆だった。SNS は作品をしまっておく倉庫だったんだ。そして私はその認識の変化に戸惑いながらもある種の解放感を覚えた。だが同時に頭の片隅には疑問が生まれた。倉庫にしまわれた作品たちは本当に存在していると言えるのだろうか。認識されない限りそれらはまるで未完成のまま眠る夢のように曖昧な存在ではないのか。ある夜、夢の中で私は奇妙な倉庫に迷い込んだ。その倉庫は無限に広がり、見渡す限り棚が続いていた。棚には無数の箱が並び、それぞれの箱には私の作品が収められていた。触れると箱は勝手に開き、
作品たちは静かに光を放ち始めた。その光は眩しくも心地よく、まるで作品が生きているかのように感じられた。ここはどこだろう。私は独り言をつぶやいた。すると、背後から低い声が聞こえた。ここはあなたの頭の中だ。振り返ると、そこには影のような存在が立っていた。顔は見えず、ただその存在感だけが確かだった。あなたの作品たちはここで生き続けている。そして誰かがそれを認識するたびにこの場所から光を放つんだ。でも、もし誰も認識しなかったらどうなるの？影の存在は静かに首を振った。それでも大丈夫。あなたが作る過程で感じた喜びがこの倉庫を満たしている限り、作品は生き続ける。そしてその喜びは決して消えない。その言葉に少し救われた気がしたが、それでも疑問は残った。作品が評価されることなく、ただこの倉庫の中で眠り続けることに、果たして満足できるのか。その問いに答えを見つけることができないまま、私は目を覚ました。目覚めた後も、夢の中の倉庫の光景は鮮明に残っていた。私はその光景を思い出しながら、再び創作に取り掛かった。作品を作る過程で感じる喜び、それこそが私の本当の宝物なのだと、少しずつ確信するようになった。そして、作品を世に出すこと、それはただの儀式に過ぎない。私の頭の中に広がる無限の倉庫、その中で作品たちは光を放ち続け、私自身がその光を見つめる限り、彼らは生き続けるのだ。これが私の創作の意味であり、私が見つけた真実だ。評価や認識にとらわれることなく、純粋な喜びのために作り続ける。それが私の道なのだと。夢から覚めた後も、倉庫のイメージは私の意識にしっかりと根を下ろしていた。まるでその存在が私の日常に染み込んだかのように、現実と夢の境界が曖昧になっていくのを感じた。朝の光が部屋に差し込むと、私は机の前に座り、創作の道具を手に取った。しかし、今日はいつもとは違う感覚があった。まるで倉庫の影が私の背後に立ち、その目が私の手元を見つめているかのように感じられた。創作のプロセスが進むにつれて、私の意識は再び倉庫の中へと引き込まれた。そこには新たに完成した作品が収められるべき箱が一つ、静かに待っていた。私はその箱に作品を収めると、再び背後に影の存在を感じた。見てごらん。あなたの作品はここで永遠に生き続ける。影の声が囁いた。でも、それで本当に満足できるのだろうか。私は自問した。誰にも見られず、評価されることなく、ただこの倉庫の中で眠り続けることに、果たして意味があるのか。影は静かに笑ったように感じられた。意味を求めるのは人間の性だ。しかし、意味など本当は存在しないのかもしれない。ただ存在すること、それ自体が全てなのだ。その言葉に、私は思わず身震いした。存在すること、それだけが全て。評価や認識は人間の作り出した幻想に過ぎないのかもしれない。ある日、ふとしたきっかけで、私は SNS に投稿することをやめてみることにした。作品を倉庫に収めることは変わらないが、外の世界にそれを公開することを一時的に停止したのだ。その結果、私の心は不思議と静寂に包まれた。外部からの評価に振り回されることなく、ただ創作の喜びだけを感じることができた。しかし、その静寂は長くは続かなかった。再び創作に没頭する日々が続く中で、私は次第に奇妙な感覚にとらわれるようになった。まるで倉庫が現実の中で実体化し、
私の日常に影を落とし始めたかのようだった。夜な夜な夢の中で倉庫をさまよい、そこで出会う無数の作品たちが私に語りかけるようになった。我々はここにいる。作品たちの声が響いた。評価されることなく、ただ存在することの意味を問うている。その問いかけに、私は再び答えを見つけることができなかった。存在すること、それ自体が全てならば、なぜ私たちは評価を求め、認識されることを望むのだろうか。答えの出ない問いを抱えたまま、私は創作を続けることにした。作品を作り続け、倉庫に収めることで、私は自分自身と向き合い続けた。評価や認識にとらわれることなく、ただ存在することの意味を問い続ける。それが私の創作の旅であり、私が見つけた真実なのかもしれない。そして、ある夜、再び夢の中で倉庫を訪れた時、私は一つの扉を見つけた。その扉はこれまで見たことのない場所にあり、まるで私を誘うかのように静かに開かれていた。扉の向こうには未知の世界が広がっていた。その世界には、私の作品たちが自由に飛び交い、評価や認識にとらわれることなく、ただ存在していた。ここがあなたの探し求めていた場所だ。影の声が再び囁いた。私はその言葉に導かれるまま、一歩を踏み出した。その瞬間、私の頭の中に広がる無限の倉庫は、一つの宇宙となり、私の作品たちはその宇宙の星々となった。ただ存在することの美しさが、私の心を満たした。これが私の創作の意味であり、私が見つけた真実だ。評価や認識にとらわれることなく、純粋な喜びのために作り続ける。それが、私の道なのだと。そして、その道は、無限の倉庫を越え、未知の世界へと続いていくのだ。未知の世界に足を踏み入れたその瞬間、私の周囲は不気味な静寂に包まれた。新たな世界は、現実とは異なる異次元のような空間で、重力も時間の流れも私の知るものとは違っていた。まるで時間と空間がねじ曲がり、私の意識を揺さぶるように感じられた。周囲を見渡すと、私の作品たちが浮遊していた。それぞれが独自の光を放ち、静かにその存在を主張していた。作品たちは私に語りかけてきたが、その言葉は意味を持たず、ただ音として響いた。それでも、私はその音に耳を傾け、自分の内なる声と向き合うことができた。突然、一つの作品が輝きを増し、私の前に現れた。それは私が最初に作った作品だった。幼い頃の無垢な喜びと共に作り上げたその作品は、私にとって特別な意味を持っていた。あなたはなぜ作るのか。作品の輝きが問いかけた。私は、答えに詰まりながらも自分の心に問いかけた。私は自分の存在を確かめるために作っているのかもしれない。存在することの意味を見つけるために。作品は静かに輝きを増し、その光が私の周囲を包み込んだ。存在すること、それが全てなのだ。評価や認識は、ただの幻想に過ぎない。その言葉に、私は深くうなずいた。評価や認識を求めることなく、ただ存在することに価値を見出す。それが私の創作の本質だったのだ。私はこの異次元の世界で自分の存在と向き合い、その意味を見つける旅を続けることを決意した。突然、異次元の空間が揺らぎ始めた。私の周囲の作品たちが一斉に輝きを放ち、その光が交錯しながら私を包み込んだ。まるで私の存在が溶け合い、作品たちと一体化していくような感覚だった。その感覚に身を委ねながら、
私は自分の意識が次第に広がっていくのを感じた。異次元の世界が完全に崩壊する寸前、私は一つの真実にたどり着いた。創作は私の存在そのものなのだ。ただ作り続けることで、私は自分自身を見つけることができる。それが私の道であり、私の存在の意味だった。そして、現実に戻った時、私は机の前に座っていた。周囲には静寂が漂い、私の作品たちが私を見守っているかのように感じられた。その日以来、私は再び創作に取り掛かった。倉庫の中で輝く作品たちと共に自分自身の存在を確かめながら、評価や認識は必要ない。ただ存在すること、それが全てなのだと心に刻みながら、私は自分の道を歩み続ける。そして、私は知ったのだ。この世界には無数の倉庫があり、それぞれの倉庫には無数の作品たちが眠っている。それぞれの作品が、それぞれの創作者の存在を証明し、輝きを放ち続けるのだ。私の創作の旅は、まだ終わらない。この無限の倉庫の中で、私は自分自身を見つけ、存在することの意味を問い続ける。それが、私の生きる喜びであり、創作の本質なのだから。チャンネル登録お願いします。イエイ。